このチャンネルはアンコモンが乗っ取ったもん。アンコモンの統率者戦記だもん。お前、ズンダモンちゃう。誰や。アンコモンだもん。ズンダモンとは正反対の存在だもん。ということはセクハラしたりしないの？するわけないもん。めっちゃいい子じゃん。いやしくない豆。ズンダモンを返してほしくば、アンコモンとアンコモンで勝負だもん。つまりカードのレアリティがアンコモン縛りというわけですね。察しが良くて助かるもん。基本土地は入れてオッケー。オッケーだもん。では、デッキを組んで対戦だ。アンコモンの統率者は記念軍の少尉ダヌークだもん。赤緑の上陸デッキなんだもん。頑張って土地を出しまくって勝ちに行くもん。足の統率者は地蔵の世話人、死へパワー1の足のクリーチャーが死亡しても終了ステップに戻ってくるよ。不死身の黒単パワー1軍団のポテンシャルはいかに？私の統率者は盤石ミスターオルフィオ黒赤緑のジャンドカラーデッキですわ。攻撃時にパワーを2倍にするこのサイちゃんで攻略の限りを尽くしますわ。私の統率者は密航者スライムフットです。黒緑の苗木トークンデッキですが、アンコモンの構築縛りが思ったよりきつくてデッキ制作に苦労しました。対戦頑張ります。アンコモン縛りのデッキ組めたかな？一度でもアンコモンで収録されてたらオッケー。もん、統率の塔もアンコモンで収録されてるから使っていいもん。アンコモンはマジックのレアリティの一つだもん。カードのエキスパンションシンボルで見分けることもできるけど、左下の表記アルファベットが U になってるもん。説明が丁寧。アンコモン優しい。めっちゃいい子じゃん。もん、アンコモンは価格も安いからお財布に優しいもん。でも結構色の偏りが出ちゃったね。青と白色がいませんね。殴り合い上等ですわ。順番決めダイスロールいくもん。9、20、6。圧倒的勝利。私からスタートですわ。初期手札7枚引きましょうね。マリガンチェック。私の手札はやる気満々です。キープ。良い手札ですね。キープ。土地があるからキープだもん。問題ないね。キープ。準備は OK ですね。それでは対戦開始。私のターンからドロー、セットランド、森、ターンエンドですわ。私のターンドロー。私も森をセット。ターン終了です。アンコモンのターン、ドロー、森をプレイ、ターンエンド。足のターンドロー、沼を出して1マナクリーチャー、系列圏の強戦士、戦場に出た時の誘発、男女1、自身に11カウンター1個置くよ。1マナで自身を生贄に捧げて1枚ドローできるよ。ターン終わり。私のターンドロー、セットランド、山、2マナアーティファクト、秘技の印鑑。これが入れられるのは助かりますわね。ターンエンドですわ。私のターンドロー、沼をセット、2マナソーサリー、3個の霊、ライブラリーから森を1枚戦場に出します。よいしょ。ターン終了です。アンコモンのターン、ドロー、山をプレイ、2マナエンチャントクラス、ドルイドクラス。マナを注いだらレベルアップしていくエンチャントだもん。最初の能力は土地を出すたび1点回復するもん。ターンエンド。足のターンアンタップ、ドロー、沼を出して2マナクリーチャー、マリオネットの見習い。足の墓地からクリーチャーが戦場に出るたび君たちは1点失うよ。戦場に出た時の誘発、製造111の歴史装置トークンを生成しようかな。トークンを生成してコンバット、無冠先輩に1点。まあ1点ならペチペチ。ターン終わり。私のターンアンタップ、ドロー、セットランド、沼からの1番手、4マナ統率者盤石ミスターオルフィオ、1体のパワーを2倍にするサイちゃんですわ。シンプルでいい統率者だもん。癖のある統率者の方が似合ってますけどね。私だってたまにはシンプルなデッキ使いますわよ。ターンエンドですわ。私のターンアンタップ、ドロー、森をセットして2マナアーティファクト、秘技の印鑑。私も統率者を出しましょう。3マナ統率者密航者スライムフット。私の苗木が死亡したら1点ダメージ、1点回復。苗床ゆかり、ズンダモンは喜びそうですわね。苗床は植物には必要だもん。アンコモンはそのままでいてくださいね。何のことかよくわかんないもん。ターン終了です。アンコモンのターン、アンタップ、ドロー、山をプレイ、1点回復、統率者出すもん。3マナ統率者、記念軍の少尉、ダヌーク。土地が出たら1点ダメージ。ターン内に2回目なら1枚ドロー。ターンエンド。ターンもらうよ。アンタップ、ドロー、沼を出して1マナエンチャント、吸血の儀式、2マナ起動でクリーチャーを生贄に捧げたら1点回復の1枚ドロー。いいカードですわね。買います。みんなクリーチャー出ちゃったか。攻撃できないね。ターン終わり。私のターンアンタップ、ドロー、セットランド、森、2マナエンチャントクラス、狩人の才能。戦場に出た時の誘発、対戦相手のクリーチャーに私のクリーチャーのパワー分ダメージを与えれます。私のオルフィオのパワー2点分をつむぎさんのマリオネットの見習いに与えます。仕方ない。2マナで吸血の儀式を起動。マリオネットの見習いを生贄に捧げて1点回復の1枚ドロー。
対象がいなくなったのでこっちは立ち消えです。2マナで狩人の才能をレベルアップ。レベル2、攻撃時に1対1ゼロ修正とトランプルを付与。コンバット、アンコモンに攻撃時の誘発1ゼロ修正とトランプルを付与。さらにパワーを2倍。精神コマンド熱血ですね。ダメージ2倍とパワー2倍は違うもん。当然ライフで受けるもん。統率者ダメージ6点。ターンエンドですわ。ターンもらいます。アンタップ、ドロー、沼をセット、4マナインスタント、奉仕の大群、11内儀トークンを3体生成。ピクミン焼き払いて2マナクリーチャー、血の芸術家、焼き払ったら1点チュッチュしますよ。そいつは除去しないとまずいもん。ターン終了です。ターンもらうもん。アンタップ、ドロー、森をプレイ、1点回復、1点ダメージ、3マナアーティファクト宇宙船、未発達の偵察着陸船、戦場に出た時の誘発、土地を生贄に捧げたら、本土地2枚タップインできるもん。山を生贄に捧げて、山と森をタップイン、2点回復、2点ダメージ、2回目誘発したから1枚ドロー、宇宙船ニタヌークを配備させて蓄積カウンター2つ置くもん。ターンエンド。足のターン、アンタップ、ドロー、沼を出してターン終わろうかな。ほう、何もしないとは。勝負を諦めたか。これは一見無防備に見えて相手の隙を狙っていますわね。その若さでこの域に達するとは、なかなかやるもん。シンプルにやることがないだけです。ターンもらいます。アンタップ、ドロー、セットランド、沼、4マナインスタント、死の芽吹き、クリーチャーを破壊して基本土地を1枚タップイン。ゆかりさんの血の芸術家を破壊しましょう。1勝目、山をタップイン。死亡時の誘発、つむぎさんに1点チュッチュ。吸い取られる。コンバット、あら、アンコモンがガラ空きですわね。じゃあゆかりさんに攻撃。なんで1回フェイント挟んだ。攻撃時の誘発、1ゼロ修正とトランプルを付与。さらにパワーを2倍。統率者64トランプル。畜生、ライフで受けます。ターンエンドですわ。私のターン、アンタップ、ドロー、土地がない2マナインスタント、シェオルドレットの直令。選ぶモードはトークンじゃないクリーチャーを生贄。はいはいはい。1マナ払って自分で生贄に捧げます。1枚ドロー。じゃあ直命を解決。軽く。ここよとか痛まんのか。おめえさっき血の芸術家を破壊しただろ。コンバット、ほら内儀アタック3点。ピクミン。ターン終了です。アンコモンのターンだもん。アンタップ、ドロー、再び行くもん。霊込み5マナ統率者、記念軍の勝利、ダヌーク、マナなくなったもん。裏面土地、カズールの崖をタップイン、1点回復、1点ダメージ、宇宙船ニタヌークを配備させて蓄積カウンター2つ置くもん。ターンエンド。終了ステップに2マナで吸血の儀式を起動するよ。メキ装置トークンを生贄に捧げて1点回復の1枚ドロー。足のターン、アンタップ、ドロー、3マナ操作に陰惨な実現。選ぶモードは2枚ドローの2点失う。セーフ。土地引いた。沼を出して1マナクリーチャー、吸血鬼の殺し屋、潜伏という珍しい能力持ちだよ。パワー2以上にはブロックされないよ。1マナエンチャントクラス、ウォーロッククラス。足のターンにクリーチャーが死亡してたら1点失う。ターン終わり。私のターン、アンタップ、ドロー、セットランド、ならず者の道、4マナクリーチャー、ヤングでスクロー、威迫持ちなのと墓地のカードを活用することができます。よっぽどの状態じゃないと使いませんけどね。4マナで狩人の才能をレベルアップ。レベル3、終了ステップにパワー4以上のクリーチャーがいたら1枚ドロー。終了ステップ、スライムフットの4マナ起動、内儀トークンを1体生成。パワー4以上がいるので1枚ドロー。私のターン、アンタップ、ドロー、4マナクリーチャー、無慈悲な略奪者。私のクリーチャーが死亡したら宝物トークンを生成。コンバット、統率者兄さんでアンコモンに攻撃。一体もアンコモンは口からあんこが飛び出るの？出るわけないもん。ずんだもんはずんだが出ますのに。化け物だもん。純粋無垢な子に嘘を吹き込んじゃダメですよ。嘘でよかったもん。いろいろ頑張ったけどずんだもん弾んだれなかったよね。いろいろってなんだもん。試してみたいですか？嫌だもん。こいつら怖いもん。大丈夫、怖くないよ。この勝負に負けたらどうなるか分かりませんけどね。ターン終了です。負けられないもん。ハンコモンのターン。アンタップ、ドロー、2マナエンチャント王は十分な休息。エンチャントされているクリーチャーがアンタップしたら11カウンターを2個終えて2点回復して1枚ドロー。タヌークにエンチャント、3マナインスタント、再度追加コストとして山を生贄に捧げるもん。基本土地を2枚出すもん。山と森をアンタップイン、2点回復、2点ダメージ、2回目誘発したから1枚ドロー。2マナアーティファクト装備品、湾岸の土、装備クリーチャーが攻撃するたび土地を手札に戻せて22修正を与えるもん。宇宙船ニタヌークを配備させて蓄積カウンター2つ置くもん。ターンエンド。ターンもらえよ。アンタップ、ドロー、沼を出して2マナでウォーロッククラスをレベルアップ。レベル2、ライブラリートップを3枚見て1枚手札に、残りを墓地に2マナクリーチャー、復讐に燃えたチチチチ、アッシュのクリーチャーが死亡したら1点チュッチュ。コンバット、アンコモンに反コン1点。できたもん。じゃターン終わり。私のターン、アンタップ、ドロー、セットランド、山、再び権限せよ。我が統率者、税込み6マナ統率者、盤石、ミスターオルフィオ、これも出しちゃおうかしら。2マナクリーチャー、地獄火花の精霊。終了ステップに
に生贄に捧げられます。ではコンバットへ。アンコモンに42拍、ゆかりさんに31トランプル、攻撃時の誘発、ヤンブでスクローに10修正とトランプル、さらにパワーを2倍。受けるしかないもん。私は14でブロックできますが、なんか怪しいですね。苗木1体でブロックします。察しのいいゆかりさんは嫌いだよ。死亡時の誘発、宝物トークンを生成。苗木が死亡したので1点ダメージ1点回復。終了ステップ、パワー4以上がいるので1枚ドロー。私のターン、アンタップ、ドロー、来ました。とっておきのカード、手札が一番多い人誰だ？アッシュの6枚かな。なんだジェスカの石か。色が違うしアンコモンでもないもん。4マナソーサリー、肥沃な想像力、紬さんを対象とします。カードタイプを1つ選びます。クリーチャーにします。紬さんは手札を公開します。クリーチャーカード1枚につき2体の苗木を生成します。手札大公開、量的な日和に首里者、ダッシュトラッカー、のどくび狙い、死の国からの救出、苦々しい勝利、村の儀式。クリーチャー2枚でしたか。では苗木4体生成。ピクミン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 。床ピクミンはもみあげが長い。コンバット、盗作者兄さんで紬さんに攻撃。トース4、いててて。ターン終了です。終了ステップに2マナインスタント、のどくび狙い、アーティファクトでないクリーチャーを1体破壊、アンコモンの統率者を破壊するぜ。カノユク十分な休息なんてさせないもんね。むしろ永久の休息につきましたね。ターンもらうもん。アンタップドロー、税込み7マナ統率者、記念軍の将を一旦抜く。マナなくなったもん。絡みかかりの走りかけをタップイン、1点回復、1点ダメージ。宇宙船にタヌークを配備させて蓄積カウンター2つ置くもん。蓄積7個以上溜まったから33飛行クリーチャーになるもん。そんなに頑張って貯めたのに33飛行ですか。うるさいもん。ターンエンド。ターンもらえよう。アンタップドロー、沼を出して。アッシュもそろそろ出さないとね。5マナ統率者、地蔵の世話人、死へ。アッシュのパワー1以下のクリーチャーが死亡したら終了ステップに戦場に戻るよ。別コンバット、アンコモンに反コン1点。全幅でブロックできないもん。今は余計なことしないでおこう。ターン終わり。気をつけろ、いつかいらんことしてくるぞ。私のターン、アンタップドロー、いいものを引きました。2マナエンチャントオーラ、ケンリスの変身。シカちゃん来たー。能力はおなじみ。エンチャントされたクリーチャーは33の可愛いシカちゃんになるよ。ゆかりさんの統率者にエンチャント。シカちゃん統率者可愛い。出た時の誘発で1枚引きます。余計なことしてくれやがって。コンバット、42拍はゆかりさん、24統率者は紬さんに、攻撃時の誘発、統率者に10修正とトランプル、さらにパワーを2倍。アッシュはノーブロックできるぜ。苗木2体でブロック。あいたたたた。死亡時の誘発、宝物トークンを生成。あらら、攻撃失敗しちゃったかしら。しゃーなし。メイン2、5マナクリーチャー、無所属の筋肉だるま、攻撃時かブロック時に強化されるサイちゃんです。終了ステップ。3マナインスタント、菌類の最短。墓地からパーマネントカードを1枚手札に戻します。血の芸術家を手札に戻しますね。また面倒なもの。このターンにクリーチャーが死亡しているので苗木トークン2体生成。ピックミンピックミン。ゆかりん大農園だもん。まるで天魔パンフに来たみたいだぜ。テンション上がってきた。パワー4以上がいるので1枚ドロー。ターンエンドですわ。私のターン、アンタップドロー。まずはシカちゃんをなんとかしましょうか。7マナクリーチャー、覚悟の刻み10。追加コストとしてクリーチャーを生贄に捧げます。シカちゃん生贄。シカちゃんだ。死亡時の誘発、宝物トークンを生成。戦場に出た時の誘発、各対戦相手はクリーチャー1体を生贄に捧げ、カード1枚を捨て4点のライフを失う。アンコモンから順番にどうぞ。えげちねえ能力だもん。未発達の偵察着陸船を生贄に捧げて、ヒリジアンのお祭り騒ぎを捨てて4点失うもん。吸血鬼の殺し屋を生贄に捧げて、ダッシュトラッカーを捨てて4点失うよ。無所属の筋肉だるまを生贄に捧げて、古の渇望を捨てて4点失います。死亡時の誘発でゆかりさんに仕返しチュッチュ。吸われる2マナクリーチャー、血の芸術家。こちらもチュッチュ応戦の構え。終了ステップ。試練の能力で吸血鬼の殺し屋を戦場に戻すよ。ターン終了です。アンコモンのターン、アンタップドロー、無限地帯をタップイン、1点回復、1点ダメージ。とっておきクモン、3マナ操作リー、小道の最高差。まず土地が出るまでトップを公開。暴れ回るブロンドドン3丁。土地が出たので戦場に出すもん。残りはライブラリーの底にいずれかの相手と激突を行うもん。アンコモンが勝ったらこのカードを手札に戻すもん。激突めったに見ませんね。誰と激突を？紬とやるもん。ファイト。いいぜかかってきなこのメス楽器、タレテオの楽器、何をやっても悪あがき、当たり散らかすのは生楽器、サワンサ聞かせな壊れた楽器。愚問だもん。偽物じゃない本物の特別顧問。大人のフェロモンモンモン。苦問で満ちた呪文で拷問。インフム遊びじゃねえんだわ。激突はお互いにライブラリートップをめくって
マナ総量が大きい方が勝利だもん。紬は小粒クリーチャーがたくさん入ってると見たもん。レッツオープン。土地0マナ。血のやりとり4マナ。紬さんの勝利。いい土地だからライブラリートップのままで。足はそこに置くぜ。激突前に土地が出たので1点回復、1点ダメージ。2回目の誘発なので1枚ドロー。5マナエンチャント。チョコボのレース上土地が出るたび22の鳥トークンを生成するもん。ターンエンド。メイン2の終了時に動くよ。1マナインスタント村の儀式追加コストで吸血鬼の殺し屋を生贄。血の芸術家が誘発アンコモンに1点チュッチュ。やめるもん。呪術師が誘発でアンコモンに1点チュッチュ。でもアンコは出ないもん。2枚引くよ。E の引いた1マナインスタント切り崩しパワーとハネズが合計5以下のクリーチャー1体を破壊する。無慈悲な略奪者がちょうど5だね。やめて、その子には家族がいるの。やめない。怒りの1点チュッチュ。いいじゃん。もうないね。終了ステップ。試練の能力で吸血鬼の殺し屋を戦場に戻すよ。ターンもらえよ。アンタップドローニュミャ3マナクリーチャー病的な日和見主理者。これでないクリーチャーが死亡したら1枚ドロー。こいつも出しちゃえ。1マナクリーチャー丸分の影やり攻撃したら対戦相手は1点失う。コンバッチョアンコモンに潜伏反コン1点。痛いもん。メイン22マナで吸血の儀式を起動。吸血鬼の殺し屋を生贄に捧げる。紬さんに1点チュッチュ。何のお返しチュッチュ。良い子は見ちゃダメ。日和見で1枚ドローと吸血の儀式の解決で1点回復の1枚ドロー。終了ステップ。試練の能力で吸血鬼の殺し屋を戦場に戻すよ。クリーチャーが死亡していたので君たちは1点失う。ターンどうぞ。ターンもらいます。アンタップドロー。とりあえずこれかしら。4マナソーサリー調和調和よ調和よ3ドロー調和よ。わせよアクームの隠れ場をタップイン。1点回復。コンバットアンコモンに攻撃時の誘発10修正とトランプルを付与。さらにパワーを2倍。ライフでいけるもん。そろそろは出ないもん。では終了ステップ。5マナ2点支払いのインスタント有毒の蘇生墓地の1枚をトップに置きます。無慈悲な略奪者をライブラリートップに。パワー4以上がいるので1枚ドロー。私のターンアンタップドロー4マナクリーチャー無慈悲な略奪者再び宝物を生成できる状態にしてコンバットメタンさんに5点与えます。痛い。ターン終わります。待って、メイン2終わりのタイミングで2マナで吸血の儀式を起動。吸血鬼の殺し屋を生贄に捧げる。紬さんとチュッチュ。ゆかりさんとチュッチュ日和見で1枚ドローと吸血の儀式の解決で1点回復の1枚ドロー。終了ステップに試練の能力で吸血鬼の殺し屋を戦場に戻すよ。改めてターン終了です。アンコモンのターン。アンタップドロー。山頂を生贄に捧げて山か森を戦場に出すもん。森を出して1点回復、1点ダメージ。22鳥トークンを生成。土地が出たら10修正。森をプレイ。1点回復、1点ダメージ。2回目の誘発なので1枚ドロー。22鳥トークンを生成。チョコボトークンかわいい。1マナアーティファクト太陽の指輪。説明不要の2マナでルツよ強カードだもん。3マナでドルイドクラスをレベルアップ。土地のプレイ権が1つ増えるもん。乾燥地帯のアーチドをタップイン。1点回復、1点ダメージ。22鳥トークンを生成。この土地が出た時土地を1つ手札に戻すもん。この土地をそのまま手札に戻すもん。この手法で土地切れの心配なく毎ターン上陸を誘発させれるもん。なるほど、厄介ですわね。6マナクリーチャーレイロスの林小橋。土地を出すたび44修正とトランプル付与だもん。ターンエンド。足のターンアンタップドロー沼を出して7マナで大きくクラスをレベルアップ。このターンに失ったライフをもう一度失うよ。傷の反射みたいな能力だね。コンバットアンコモンに潜伏反コン1点。メタンさんに1体で攻撃誘発対戦相手が1点失う。後でもう一度食らうからこのターン受けたダメージを覚えておかないといけませんわね。痛い。セカンドメイン2マナで吸血の儀式を起動。吸血鬼の殺し屋を生贄に捧げる。紬さんに1点チュッチュ。当然お返しチュッチュ。こいつらずっと吸い合ってんな。日和見で1枚ドローと吸血の儀式の解決で1点回復の1枚ドロー。終了ステップ。待つもん。セカンドメイン終了前2マナで無限地帯を生贄。同じく今土地2枚をタップイン。森2点回復して2点ダメージを与え1枚ドローしてチョコボ2体生成。ここまでだもん。どうぞ。では終了ステップ。試練の能力で吸血鬼の殺し屋を戦場に戻すよ。クリーチャーが死亡していたので君たちは1点失う。このターン失ったライフをもう一度失ってね。死んでしまう。手札オーバーしたので1枚ディスカードして終わり。絶対絶命の状態ですわ。死に方を選ぶがいいもん。チョコボレーシングに引き殺されるのだけは嫌だ。ターンもらいます。アンタップドローセットランド森2マナで地獄火花の精霊を墓地から蘇生リサレクション。さあ行きますわよ。コンバットゆかりさんに攻撃時の誘発10修正とトランプルを付与。さらにパワーを2倍。そう私に来ましたか。私にチュッチュされたいみたいですね。宝物2個欲しいので苗木2体でブロック。甘いぞゆかりさん。追加コスト込み8マナインスタントリミットブレイク。ファイナルヘブン地獄火花の精霊を対象に体持ってくれよ。3倍回応券だ。嘘マジかよ。死んじゃう。
苗木の時代が始まるところだったのに。メイン2 1マナデキボト操作に合同仮装地獄火花の精霊を対象にしてアンコモンが紬さんにパワー分のダメージを与えます。やめるもん。そんなことしたら焼きあんこになるもん。余生謝るんじゃない。ズンダモンの2きアンコモンに24点ダメージ出るのか。あんこは出ないもん。ずんだもんの敵でもないもん。どうあがいても紬さんには勝てない。ターンエンドですわ。アンコモンとゆかりさんの敵を撃つ。足のターンアンタップドローコンバット無感さんに攻撃誘発で1点失わせる。やられた。やったぜ。アッシュが最強だ。最後までご視聴ありがとうなのだ。高評価、チャンネル登録などお願いしたいのだ。コメントもお待ちしております。アンコモンはまた特別な時に現れるもん。また遊ぼうね。